はい、どうも、てなです。今この時期ね、大体どこのご家庭の冷蔵庫には入ってるんじゃないかなとは思うんですけど、こちらの白ゴーヤーを使いまして、今回ゴーヤーチャンプルを作っていこうかなと思います。なんか夏らしくていいね。というわけで早速、本日も作っていきましょう。では作っていきましょうか。それでは改めまして、本日のメイン食材が、こちらの白ゴーヤー。なんかゴーヤじゃなくてゴーヤーらしいです。まごろくさんが言ってました。で、実際のところ僕今回初めて使う食材なので、ちょっと調べました。僕最初一般的なこの緑のゴーヤーが完熟したらこうなるんかなと思ってたんですよ。そしたらそれ間違いで、この緑と白はまた別々の種類みたいですね。この白ゴーヤーは白ゴーヤーっていう種類みたいです。で、食べ方も調べてみたら、こっちの緑のゴーヤーよりも、こっちの白いやつの方が苦味が少ないみたいで、サラダとかにしても美味しいし、今回作るチャンプルーとかにしても美味しいし、で、天ぷらとかにしても美味しいみたいですね。ただ人によっちゃ、こっちも苦いは苦いらしいんですよ。こっちと同じように。だから今回ちょっと食べ比べとかもしてみましょうかね。で、今回の献立としては、これらを使ってゴーヤーチャンプル。それから、この沖縄といえばのもずくを使ってお吸い物。それから、冷蔵庫の中にちょうどいいサイズの冷え台がいましたんで、こちらを使って回すに。ざっくり言うと、回すって沖縄の言葉でお塩のことなんですけど、このお塩で煮込んだシンプルなお煮付けって感じ？こういった泡盛とかも使いながら。ということで、本日は以上3品の沖縄フルコースで参ります。もうなんとなく察しはつきましたかね？そうです。調理編長いです。よっしゃ行こう。では早速作っていくわけなんですけど、今回の流れとして、チャンプルーはチャンプルーで仕上げて、で次回す煮を作って、みたいなそういった流れではなくて、チャンプルー、回す煮、お吸い物、これら3つの下準備はまず全部終わらせて、でその後それぞれ本調理っていうそういった流れに行きます。まずはゴーヤーチャンプルーの下準備から参ります。今回使っていきます食材が、こちらからゴーヤー、卵、木綿豆腐、スパムですね。で、このお豆腐に関しては本当はね、沖縄の島豆腐がいいかと思うんですけど、福岡には売っとらん。なので、木綿豆腐で代用。無駄話はここら辺にしておいて、それぞれ切っていこうかなと思います。で、ちなみにこの木綿豆腐はもう一晩しっかりと水を切ったものですね。もう結構しっかりとした弾力も生まれてる感じですね。そうしましたらこれを、こんくらいの食べやすい大きさにカット。本当はちぎった方がね、断面が大きくなっていいらしいんですけど、ちょっと今回動画の見栄え上、今回これ全部は使わず、この4つ分ぐらいは回す煮に使おうかね。こうやって見ると結構違いますね。ここのところの色も全然違うし、でなんか綿もね、こっちの方が若干黄みがかってて、こっちは真っ白で、なんとなく種もこっちの方が大きいような気がする。じゃあそうしましたら、一般的にこの綿が苦いから取り除くってよく言いますけど、実際のところなんかね、すごくみずみずしいナスとか、なんかそういった感じの味なんですよね。ここ全然苦くないので。ただちょっと種がね、どうしても食感が気になるので、僕は個人的にこれかき揚げにするのが一番好き。そうしましたらこちらはあとは食べやすい大きさに、スライスしてあげて、で、これが綿と種で、こっちが緑い方。これは明日の僕の夜食。で、この生の段階でちょっと白と緑食べ比べしてみましょうか。まず緑。しっかり苦い。続いて白。いや、苦いのは苦いよ。でも確かにこっちと比べたら苦味は少ないかな。もう一回こっち。まずこっち特有のこう野菜の青い香り。ゴーヤの香り。まずそれが全然ないのと、で、苦味もこっちの緑の3分の1ないぐらい。ものすごく食べやすい。すごく食べやすいけど、こっちに慣れてる人からしたらなんか物足りんなって思うかもしれん。って感じ。あとはこれがチャンプルーの時にどうやって変わるかっていうのが楽しみですね。でも確かにこれのサラダは美味しいわ。
せーの。というわけで具材の下準備終了。で、普通に緑いやつ使う時ってこれ塩もみしてね、水分ギュッと絞って苦味を抜いたりするんですけど、もう今回の場合その必要ないかなと思って、もう今回このまんまいきます。はい、次。続きましてがこのお吸い物の下準備ですね。具材はこのもずくとオクラだけ。ものすごくシンプル。で、こちら自然のものですので、たまにね、砂利とかも混じってることがあるので、まずはこちらをちょっと洗いまして、で、この時、この中からちっちゃいカニが出てくるのはよくある話。続いてこちらのオクラ。まさに今が旬のお野菜。で、ちょっと有名な話ですけど、オクラを選ぶときはちょっと小ぶりの方がいいのかなと思います。こんな感じであんまり大ぶりになってもね、ちょっと筋が硬くなっちゃうので、僕が選ぶときは、人差し指と同じかちょっと長いかなぐらい。これは個人差ありますけど、あまり筋も張ってなくて柔らかくて美味しいのかなと僕は思います。そうしましたらまずは、硬い先端を落としてあげて、でここのラインのところをぐるーっと一周回して取っちゃって、でもし面倒であればもうここのラインでこうやってスコーンと落としてあげればギリギリ中まで穴は開きませんので、ちょっと過縮部は減っちゃいますけど、そうしたらまたこの表面にびっしりついてる産毛を塩振って板ずりで落として、この表面に塩がついてるまんまたっぷりのお湯の中へぽい。あとは1分ほどちょっと湯がいて、でざるにとってさっと仰いで熱を飛ばせば OK。 ちょっとたくさん準備しすぎましたね。今日ここまでいっぱいは使わないので、ちょっと半分ぐらいジップロックにぽい。でポン酢。でこの中の空気しっかり抜いて、もう即席安定ポン酢漬け。これが一番浸かるのが早い気がする。1時間に1回ぐらいこうやって上下返してあげながら、だいたい 2,3 時間ぐらい冷蔵庫で。というわけでこれにてお吸い物の下準備完成。はい、次。そうしましたら最後はこちらのマースリーに使う冷え台の処理をしていこうかなと。でも前もって鱗だけはもう灰であります。で、こちらの、冷え台なんですけど、福岡ではね、冷え台って言ったりするんですけど、おそらく全国的にはヘ台とか、あと白台とか白台とか、そういった名前が多いかなと思います。で、タイって名前がつくことは、これタイの仲間の魚なんで、ここの背びれとか腹びれとか結構鋭いんで、怪我せんごと気をつけてくださいね。で、今回鬼付け用にさばいていくので、今回このエラと内臓を抜くぐらいですね。では参りましょうか。では早速エラを抜いていくんですけど、僕は金子さんのことエラをこう巻き込んでブリンって取る方法、ちょっと僕あれうまいことしきらないんで、僕の場合はね、まずは魚をこう立ててあげて、でエラ蓋開けて、こっちからこっちに貫通するように、まずはエラ貫通させて、こういう感じで、ここのエラと胃袋が繋がってるんで、まずそれを切ってあげて、そしたら包丁をくるっと返して、ここの付け根をこうして外してあげて、そしたらエラが頭と繋がってる2箇所のうちの1個がちょっと見えづらいけど、ここの付け根側にあるので、ここをこうやって外してあげて、であともう1箇所ここで繋がってるので、もちろん包丁でこうガリッと削ぎ取ってもいいんですけど、多分簡単なのこれ、キッチンバサミ。これでここの付け根をこうやって切ってあげると、もうエラがスコンと抜けますんで、あとは盛り付けの時頭が右側のこっち側が下に来るので、こちら側にお腹にこう斜め側に切り込み入れてあげて、あとはここの隙間から内臓をほじくり出してあげて、結構内臓脂肪を抱えてますね。あとはこの隙間から取り残した内臓とか血合いとかを水で洗い流せばこれで完了。いやっていうかね、すごいよ、この魚体に対してこれだけの内臓脂肪で、これそこまでまだ生臭みも来てないんで、おそらくこれめっちゃ美味しいと思う。しかも1匹250円。いい買い物したわ。
すいません、伝え忘れてたんですけど、これ内臓を取るとき、こういったササラとかがあるとすごい楽かなと思います。まあ、ただ僕の場合竹串をゴムでぐるぐる巻きにしたお手製のやつなんですけど、めっちゃ楽よ。とりあえずこの子たちは出番が来るまで冷蔵庫で待機。はい、次。ではまずゴーヤチャンプルーの方から本調理始めていきましょうか。で、まずこれらの具材を一気にまとめて調理しちゃうと、どうしてもね、水分が出てべちゃっとしちゃうので、表面に焼き色をつけたいこのお肉と豆腐だけまず先に調理していきます。で、炒め終わったら一度これを取り出して、で、後ほどこれらと合体っていう形でいきますね。ということで、そしたらまず油を軽く引きまして、フライパンのぬくもってきたら、まずはお豆腐。でこの時あんまりグリグリいじらないで、まずこのまま放置してちょっと焼き目をつけます。両面いい感じの焼き色がついたら一度これを取り出して、多分ここにもう生姜醤油ビャッとかけて、で刻みネギバッとかけたらもうめっちゃ美味しいなと思うぐらい、もう結構表面パリパリに今回仕上げました。でこっちにちょっと残してある分はこの後マース煮に使う分ですね。続いてスパムで、もし豚バラ肉を使われる時であれば、この時にお肉だけに塩軽く取ってあげるとね、下味ついて美味しいかなと思います。そうしましたらこちらも両面軽く焼き目をつけたら、豆腐同様こちらも取り出して、もうこの段階でめっちゃうまそう。うまっ。もう今日の料理これでいいわ。ではここからチャンプルの仕上げの調理に参ります。で、先ほどのフライパン、豚肉なら豚肉の油、スパムならスパムの油がこうやっても浮いてますんで、この油を使いまして、まずは白ゴーヤ、食感が残るようにさっとだけ炒めてあげて、軽く透き通ってきたらスパムと豆腐を戻して、こちら2つはもうあらかじめ炒めてあるんで、さっと温め直す感じで、そしたらここで塩と胡椒、でちょっと味見して、鍋肌にお醤油、鍋肌のお醤油をこそぎ取ってあげて、仕上げの卵、あとは蓋をして火を止めて、余熱で卵を半熟にしたら、これをこのままお皿にスライディング。個人的に盛り付け2点。まあいいや、でもとりあえず緑のゴーヤの方もなんかもったいないなと思ったんで、もう一緒に炒めちゃいました。そしたらあとは仕上げの万能ネギとたっぷりの鰹節。これでもなんか微妙やな見た目。まあいいや、とりあえずこれで完成。では続きましてこちらのマース煮を仕上げていきましょうか。ではまずこちらの冷え台に飾り包丁入れて、僕バッテンではなくこうやって切り込み入れる派です。でこれからこちらの冷え台をお湯に1回通してね、湯霜というか霜降りにしていくんですけど、ちょっとこの冷え台刃を通してみた感じ、ちょっとね皮が柔らかいなと思ったので、こんなグツグツしたところにバッと入れたらもう皮がキューッとなって破けちゃうかなと思ったんで、ちょっと火止めてちょっとお水加えて、この優しめの温度で、まあ優しくはないけどね、さっとお湯に通して、表面の色が変わったらちょっと取り出して氷水にチャポン。でもこれでもやっぱ結構皮むけますね。皮がすごい繊細。いや、とりあえずこの段階で取り残した鱗とかはさっとお掃除してあげて、これにて湯霜完成。でちょっと今回サイズ的にこれ2匹が限界かなと思ったんで、これは夜食のお煮付けですね。てかね、どうでもいいけど、もう湯霜をした段階でこの油、そしてこの油、はい、これ絶対うまい。そしたらちょっと綺麗にした鍋にこうやって冷え台並べて、
んで普通のお水にこの沖縄の島マース溶かして、お塩が溶けたらお鍋に加えて、ここで登場するのが泡盛、僕の大好きな瑞泉。本当は料理に使うようなね泡盛じゃないんですけど、今日はちょっと贅沢に、今回だったら2回しぐらいかな。もうこの時点でめっちゃいい匂いするわ。そしたらこの空いたスペースに先ほどの木綿豆腐で、生姜の皮のところ、この中の中心の方はまた後ほど使っていきますんでね。そしたら火にかけてちょっとの間沸騰待ち。てか単純に思ったけど、この普通の焼き塩とこの島マースって何が違うんでしょうね、味ね。ちょっと気になるよね。いや、なんかね、こっちの方が塩分を感じてからの奥行きが長いような気がする。これがなんかミネラル分とかが多いからこうなるんでしょうね。普通にこれ美味しい。塩で酒飲めそう。で、あくまでもうちょっと時間かかりそうなので、この間にまたちゃちゃっと落とし蓋作って、で真ん中貯金のこっちの山になってる方で切り込みさらに入れてあげて、これで完成。そしたらちょっと軽く沸いてきましたんで、このアクだけちょっとお掃除してあげて、あらかたきれいになったら落とし蓋して、このままコトコト15分ぐらいかな。じゃあこの間に付け合わせ作りということで、さっきの生姜の皮じゃない方、ここをできるだけ薄く削いであげて、ここまで来るともうさすがにもうできないので、これは回す耳っぽい。んだらこちらをできるだけ細く刻んであげて、あとはこれをさっと水にさらせば針生姜の完成。今回我ながら結構いい感じに細くできた。でも 2,3 分したらもう水からざっと上げてもらって冷蔵庫で待機しておけば OK。 そしたらこちらもいい感じに15分経ちましたんで、一度火を消して、ちょっと塩加減だけちょっとチェックして、もし味が薄いようであればちょっとお塩を加えながら。今回のはちょっとお塩決まりすぎですね。ちょっとしょっぱい。皆さんちゃんと味見しましょうね。そしたら最後このちょっと空いたスペースに青さのりちょっと沈めて、あとはもうぬくめ直せば完成。そうしましたら最後のお吸い物作りに参りましょうか。で、ここにあるのは今回かつおだしですね。今もう結構もうほっかほかの状態です。で、ちょっと下準備ですと忘れてたことがありまして、このもずく一度お湯に通します。でさっと揚げまして、これで本当の準備完了。この臭み抜きをちょっと忘れてました。そしたらこのおだしに全部の具材を加えて、薄口醤油一回し。でこれを、一度火にかけて十分ぬくめ終わった後にお好みの塩分までポン酢を加えたら完成。めっちゃ簡単でしょ。逆に火にかけすぎるとこのポン酢のね酸味も飛んじゃうし、このオクラとかの食感もね悪くなっちゃうんですよね。だからあくまでささっと。最高にうまい。では、いよいよ盛り付けに参ります。はい、これでゴーヤーチャンプルー沖縄セットの出来上がりです。では実食編へグー。というわけで無事に完成しました。シマンチュンから、現在時刻朝の7時12分。さあ食べていこう。いただきます。うお、めっちゃいい音した。うまっ。そりゃおじいも自慢するわ。そんな量食べていきましょうか。んでね、今回ちょっとご飯が少ないかなと思うんですよ。なんかね、今日せっかくの沖縄料理なんで、なんかね、ご飯でお腹いっぱいにするというよりかはお酒が飲みたいんですね。今日はおつまみって感じですね。じゃあまず初手安定の口の潤い。
いや、超うまいよ。ちょっと値は張りましたけど、今回ちょっとね、いいもずくを買ったんですよ、沖縄の。だからもう食感が強いね。ちゃんともずくの味がする。オクラに関してはもう言わずもがなでうめえ。今回みたいな作り方でもいいし、もずく酢のパックとかがあったら、あれはね、お水で2倍ぐらいに薄めてもらって、で、同じようにこう作れますんでね、覚えておくと結構便利かも。そんならこっちの白ゴーヤーチャンプルいきましょうか。じゃあまずこの白ゴーヤーだけで。あ、うまいね。いや、めちゃくちゃ食べやすいよ。苦味的にはほんのりこうほろ苦いぐらい。下手したらこのビールよりも苦くないんじゃないかなっていうぐらい。今回炒める前に塩で揉んで苦味を抜くっていう作業をしてないのにこのほろ苦さなんで、多分一回塩で揉んであげたら相当苦味ないんでしょうね、これ。ちょっと緑方と食べ比べしたい。炒める前と後でこうどう変わるのかっていうところね。どうしよう、僕自分自身が苦味耐性が強いけんようわからんわ。そして僕にとってはこの緑もほろ苦いんですけどね。どうしよう、なんかうまいこと今回説明しきらんかもしれん。でもなんとなくこの緑いやつの方がちょっと苦味は強いような気はする。でもなんかだんだんと分かってきた。こっちの緑の方の普通のゴーヤ、こっちが苦さレベル5で門限夜9時で、こっちの白ゴーヤーが苦さレベル3で、いや 2.5 で門限夕方6時。なんか白いやつの方がこう苦味が去っていくのが早い気がする。でもってゴーヤーのこう青い香りもないしっていう感じ。伝わる？とりあえずめっちゃうまい。ゴーヤーだけじゃなくこの豆腐のスパムもうまい。ご飯ともお酒とも合うわ。もうこの3つとも相性いいね。全部うまいわ。ちょっと今回盛り付けはね失敗してるけど、味が美味しければいいとよ。セルフゴーヤーチャンプルー丼。僕基本的にご飯でビール飲むの苦手なんですけど、もうこれに関しては苦味が効いとる分ビールとも合うね。もうほんとゴーヤー様々ね。でちょっと味を変えたいなっていうタイミングでこのオクラのポン酢漬けをボリボリすると口の中さっぱり。やっぱ安定してうまいね、ポン酢漬けはね。ということでこちらご飯とお吸い物が終わりましたので、僕の小腹ももう満たされたので飲んでいきましょうか。もう飲んでるんですけど、でもうそろそろねお酒も買いたいなと思うのでちょっと準備します。泡盛のバチ割り。決してこれ一人で飲むもんではないんですけどね。みんなが集まって飲むやつなんですけど。僕なんかはちょっとアルコールは強い方ですけど、皆さんお酒はほどほどにね、美味しく飲める範囲で。うまっ。カボスの香りが度数は結構高いけどね。そんじゃそろそろこちらのマウスに行きましょうか。ごめん、
ね、全然見えんよね。あ、これやばい。また後ほどカメラこっち向けますね。これ絶対うまいわ。いや、めっちゃうまいね。あ、これ見てほしいわ。もうほわんほわんですもんね。お煮付けにして正解でしたね。冷えだいうま。でもこれ全然わからんと思うけど、一番お腹側の身にこの青さ乗っけて、んでもって針生姜乗っけて、いや一瞬で消えるね。でまあこれはもう完全に僕のミスなんですけど、まあ、ちょっとしょっぱいけどね。味付けは失敗したけど美味しいわ。ではパッと見も全部完食したようには見えるんですけど、こちら実は2匹とも半身がまだ残ってる状態なんですよね。ただちょっとヒレからの力骨とか血合い骨とか腹骨とか、こんなのうまく避けながら綺麗に食べる自信が僕ないので、でもっと多分もたもたしちゃうので、すごい退屈な映像になりそうなんですよね。なので動画自体は一旦ここで締めようかなと思います。これはこの後ちびちび食べながらオリオン行きますわ。ちょっと申し訳ないんですけど。ということで、ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。多分今回お酒も全部含めて、総重量5から6キロぐらいないかなと思うんですよね。まあ、比較的いつもよりか少ない量やったんで、なんか実食編がね、パパッと終わっちゃいましたね。まあ、ただ今回の実食編を通して言えるのは、やっぱ沖縄料理は美味しいわ。好きだな。で、もう一個、この冷え鯛なんですけど、普通魚ってカマのところとか腹側のところが一番脂乗ってね、火を通してもプルンプルンになるんですけど、なんていうかね、この冷え鯛ね、一番ヒレに近い背中側、ずっくに背泥って言ったりするところ、あそこが抜群にうまくて、いつもヘダイとか冷え鯛って刺身で食べちゃうんで、なんかちょっと今回新しい発見がありましたね。いや、うまかったわ。んでもって骨の入り方自体もすごい素直に入ってるんで、結構おろしやすいのかなと思います。普通のマダイの方が頭側からしっぽりかけてグリンと曲がったりもしてるんで、でも背びれとかああいったトゲはね、気をつけてね。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。